ワールドウォー2疑惑にようこそ。命を守るための装備品や兵器、これをどうやって手入れして、そして対応検査っていう点検に臨んでいたのか、そのあたりを深く掘り下げていきます。兵士の日常とか求められた規律、そういったリアルな部分に触れる時間になるかと思います。もし今回の内容面白いなと思っていただけたら、ぜひ高評価をお願いします。最新情報を見逃さないようにチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。さて、戦場だとやっぱり装備品の状態が生死を分けるって言いますけど、当時のアメリカ陸軍ではこの装備品の管理、どういう考え方がベースにあったんですかね。まずですね、大前提として兵士に渡されるもの、これは全部ガバメントイシュー、GI って略されますけど、環級品なんだっていう意識が、これはもう徹底されていましたね。環級品。はい。自分のものじゃなくて、あくまで国から借りてるものですよと。そういう考え方です。なるほど。それがその扱いにどう影響したんでしょう。例えば装備品をなくしちゃったり、あるいは手入れが悪くてもう使えないぐらい壊してしまったりすると、兵士は弁償しなきゃならなかったんです。弁償ですか。ええ。ステートメント・オブ・チャージズっていう、正式な手続きがあって、それで多くの場合給料から天引きという形で。給料天引き、それはかなり現実的なペナルティですよね。ただ注意されるだけじゃなくて。ええ、それだけじゃないんですよ。場合によっては、わざと壊したとか、あるいはすごく怠慢でなくしたとかだと、軍法会議にかけられる可能性すらあったんです。軍法会議まで。はい。つまり装備の管理っていうのは、もう兵隊さん個人の問題じゃなくて、軍全体の規律の問題なんだと、そういう見方をされていたわけです。これは単に物を大切にっていう精神論じゃなくてですね、装備の状態が自分や仲間の生存、それから作戦の成功、これに直接関わってくるんだっていう非常にプラグマティックな理由があったと言えますね。なるほど。ではその装備品と兵器ですが、それらがちゃんと管理されているかを確認する場が対応検査、英語でいうインスペクションですね。これもまた非常に厳格に行われたと聞きます。なぜこれほど頻繁に、そして厳しく検査をする必要があったんでしょうか。対応検査にはですね、いくつか重要な目的がありました。まず第一に、部隊全体の即応性、レディネスですね。これの確認です。いつでも命令が出たらすぐに出動できる状態にあるか。はい。そのためには兵士一人一人の装備品が全部揃っていて、かつ完全に機能する状態でなきゃいけません。検査はその状態を定期的にチェックする機会だったわけです。なるほど。いつでも戦える状態かということですね。他にはどんな目的が？第2に、問題点の早期発見。装備品がなくなってないか、あるいは壊れてたり修理が必要な状態になってたりしないかを確認します。もし問題が見つかれば補充とか修理の手続きをすぐに行いますからね。放っておくといざという時に使えないなんてことになりかねません。そして単に物が揃ってるかだけじゃなくて、もっと重要な意味もあったとか。それが第3の目的、所在管理の徹底です。これは非常に重要でして、それぞれの装備品が決められた場所に決められた方法で確実に保管されたり持ち運ばれたりしているかを確認するという意味合いがあります。所在管理ですか。なぜそれがそこまで重要なんです？例えばですね、戦闘中に怪我をした兵士を後ろに送る必要が出たとします。その時、その兵士が持ってるはずの個人装備、例えば救急品とかが本来あるべき場所、例えば特定のポーチですね、そこにちゃんと入っていれば、救護兵とか他の兵士は素早く的確な処置ができます。なるほど。でももし適当なところに突っ込まれてたり、そもそも持ってなかったりしたら、貴重な時間を失って命に関わることになりかねません。あと、弾薬とか食料の再補給とか、あるいは特殊な作戦装備を持っているかの確認とか、部隊が行動するあらゆる場面で各兵士が何をどこに持っているかを正確に把握しておくことはもう極めて重要だったんです。なるほど。どこに何があるべきか全員が把握している状態を作ると。そして最後に第4の目的として、やはり規律の維持という側面も無視できません。決められた基準に従って装備を管理して検査に備える、そのプロセス自体が軍隊という組織に必要な規律とか秩序、そして上官の命令に従うっていう意識を兵士に植え付ける効果があったわけですね。
いろんな目的があったんですね。ではその太陽検査は具体的にどんな風に行われたんでしょう。兵士が自分の装備品をずらーっと並べて上官がチェックしていくみたいなイメージですが。まさにそのイメージに近いですね。検査を受けるとき、兵士は自分の個人装備品を決められたレイアウトに従って陳列する必要がありました。陳列。はい。場所は兵舎にいれば自分のベッドとかその周り、個人のロッカーなんかも中身が見えるように扉を開けておく必要がありました。野外、例えばテントで寝泊まりしている場合はテントの前、地面に並べました。並べ方にも細かい決まりがあったんですか？はい。陸軍のマニュアルには完全軍装、フルフィールドエクイプメントって言いますけど、これを想定した標準的な陳列図が示されていて、基本的にはそれに従って全部のアイテムを配置しました。例えばヘルメットはここ、銃はここ、背嚢とその中身はこう並べる、水筒とかメスキット、これはここみたいな感じです。特定の任務で追加される装備、例えば双端鏡とかワイヤーカッターなんかもレインコートと予備の衣類の間とか、そういうふうに指定された位置がありましたね。ここで特に重要だったのは何を見せるか、どこまで見せるか。持ち物検査というよりは兵士個人の戦闘準備体制、それから規律の守り具合をもう丸裸にするような検査だったと、そういう側面が強いと言えるでしょうね。それは兵士にとってはすごくプレッシャーのかかる瞬間だったはずですけど、同時に常に自分の装備と準備に万全を期すっていう意識を叩き込むための効果的な手段でもあったわけです。ちなみに機関銃とか迫撃砲みたいな分隊とか小隊で使う大きな装備、いわゆる部隊装備はどうだったんでしょうか？それらはティームサーブドウェポンとか呼ばれてますけど、個人装備とは別に部隊単位での検査が行われて、その陳列方法もまた別に定められていました。基本的にはその兵器を担当するチームの兵士たちがその兵器本体とか付属品、予備の部品、還元する弾薬なんかをこれもまた決められたレイアウトに従って並べて検査を受けました。個人装備の検査とは分けて実施されるのが普通でしたね。なるほど。さて、これら装備の手入れと太陽検査という一見すると地味で時には面倒だなとさえ感じたかもしれない日々の業務、これらをこうして深く掘り下げてみると、単なる作業手順以上の当時を軍隊の本質みたいなものが見えてくる気がしますね。まさにその通りなんです。単に見た目を整えるとか物をきれいに保つっていうレベルの話ではなくて、兵士個人の生存、部隊の戦闘力、そして国から貸与された財産を守るっていう極めて現実的で重要な目的と結びついていたんです。今回の深掘りはいかがでしたでしょうか？もし楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。あなたの知的好奇心を刺激するテーマをこれからもお届けしていきますので、次回もどうぞお楽しみに。